ドキドキしていた。注文してから約9ヶ月、待ちに待った納車。親父が買った車はスズキのジムニーシエラだった。なぜジムニーシエラを買ったのか、この動画ではその理由なんかを紐解いてみたいと思うわけで。いや、ずっとねボルボで行くつもりでしたよ。ただね、唯一のウィークポイントが 4WD じゃなかったってことなんですよね。やむを得ずこの山でね1年間車のない生活を送れたことで、もう車なんてなくてもいいんじゃねってぐらいに思ってたんですよね。それはないよりはねあった方がいいわけで、単なるその移動ツールとしてのね、車として見た時に、必要な条件が、安いってことね、あとはちっちゃいってことで、 4WD で、山やね雪道の走破性のいい車、あとは長期でね乗れるタイムレスなデザインということで、これらをね満たす車はねもうねジムニーしかなかったんですよね。でジムニーとジムニーシエラね、どちらでもよかったんですけども、じゃあなぜシエラを選んだのかというと、やっぱりね山なんでね、パワーですよね。あとはデザインですね。オーバーフェンダーね想像したんですよね。そのジムニーの方もし買ったら、シエラにしとけばよかったってね後悔する瞬間があるんだろうなと、でもその逆はねないんだろうなっていうね確信もあり、納車から1ヶ月でしょ。でこのシエラをね、今まで乗ってきた車にはないねっていうね問題点がねあったんですよ。2022年8月に注文したジムニーシエラ、注文時は1年待ちと言われてたけど、うっかり9ヶ月で納車された。親父の場合注文時にお金はかかっておらず、納車1ヶ月前に連絡があって、納車までのスケジュールを決めて登録時までに決済した流れだ。ジムニーシリーズの魅力については新型になって4年にもなるのでここでは割愛するけど、とにかくスズキのオフィシャルムービーを見ればほぼ完璧と言えるほど理解できるので、興味のある方は見てほしい。ジムニーの最大の魅力はシンプルな構造ゆえのカスタマイズ性で、インテリア、エクセリアとも自分好みにいくらでもカスタマイズできることだろう。車のことがよくわからない人でもジムニーをカスタムすることで車への知見が高まることは間違いないと思われ、まずはね自分のライフスタイルに支障をきたさない程度の最低限の装備をね設置して、あとは簡単なね外観のカスタムとか、ウィンカー、あとはルーフキャリアね、ディスプレイオーディオ、スピーカー、ツイーター、ETC、あと小物ね、ジムニーはねこのコンパクトでねシンプルだからね作業が楽なんですよね。でついやっちゃう。でこれさえやればね遠出もできて、キャンプもねストレスなくできるんで、最初はこのくらいにしとこうかななんて思ったんですけど、で次のフェーズでは駆動系ですよね。タイヤとか足回りとかエンジン系かななんて思ってて、個人的にはそのジムニーはその標準な状態でも十分かっこいいと思うし、あまり派手にねその外観をカスタムしすぎるのはどうかなって思ってるんですよね。10年以上は乗る予定なんで時間をかけてじっくり楽しんでいこうかなと。ここで納車後初期に行ったウインカーの交換作業を軽くお見せしよう。はい、リゴロです。ですね、今日は初めてのドレスアップカスタムということで、ウインカーですね。ウインカーとサイドのねマーカーっていうんでしょうかね、系物が届いてるんですけど、これセットでね1万円ぐらいで安いですよね。で僕スモークのタイプを選んだんですけど、これですね。光の関係でねクリアに見えたりすると思うんですけど、これをサクッと入れ替えたいと思います。これねかなり変えるだけでね印象変わるんで、まず一発目のカスタムはこれでしょってぐらい、僕はすごく大事なカスタムなんじゃないかなと思ってます。ではうまくいくかな分かんないけど、とりあえず頑張ります。やります。よし、早くしないと日が暮れちゃうからさ
どこだ、これですね。ここですね。こことここ2箇所ね。で今度これですね。これをピッてこう飛ばすと大変なことになっちゃうから、はい、これ2箇所取ります。はい、外します。初めてだからねちょっと勇気入れるね。なるべく指をよしよし、取れた。ここを外します。取れた。こんな感じです。で次ここ2箇所ね外します。はい、取れました。これね左右形状が違うのでこうだね。ここまでは簡単なんだよ。よし。でここのカプラーをねじって電球の中に入ってるんでこれ抜きますと。これをつけてこれを戻してね、これで OK ですね。で今度反対。次は配線ですね。このエレクトロタップっつうのはほんと俺ね、奥にこのブルーを入れてると。で手前にこれねハイフラ抵抗器を入れると。多分大丈夫でしょうこれで。 OK。 今度は黒ね。黒に赤だね。こんな感じ。いいっすね。多分 OK だと思います。まとめときます。とりあえず今日は時間ないんでね、こんな感じでまとめてきました。プチッと。はい、じゃあつけますよ。まずこの白いケーブルは中に通すね、車幅同様のねケーブルです。でカプラーをガッチャンとまずこっち通して、じゃあはめます。これ右左色違うんですよ。で多分ここパープルなんで説明書すらないもんねよし、パープルなんでついた。はい、じゃあこれねちょっと細いんで剥いちゃいましたけど、はい、これでね嫌いだわ。はい、これ後でテープしとかなきゃダメですね。カプラ戻してここに収めかしら。よし、はい、取れました。カプラをつけて、はい、OK。テストします。OK。いやー終わりました。終了です。
ウインカーの交換、オーディオの設置、ルーフキャリアの設置など必要最低限のカスタムをしたはいいが、ここで大きな問題、約1ヶ月ジムニーに乗って気づいたことがあったわけで、今まで20台以上の車所有してきましたけど、こんなの初めてですよね。ジムニーはね、車じゃなくてね、おもちゃだなと、これいい意味でのおもちゃね。車っていうよりはもうガジェットに近い感じっていうんでしょうかね。もう車の概念をね、見事に覆されましたね。単なる車じゃない、新しいカテゴリーなんですよ。でこんな感覚初めてなんですよね。でその根拠はというと、まず価格が安いってことなんですよ。コスパがいいってことですよね。カスタムに対しての抵抗もないし、しかもね、2つ目なんですけど、人気国産車だからね、専用パーツが安くてね、豊富なんですよ。これはもう楽しすぎるんですよね。つまり沼るということなんですよ。つまり時間とお金がかかる、そういうことです。完成度の高い車なんですよ、本当に。けどね、人によってはちょうどいい感じでね、その未完成なんですよ。例えばね、買う前は、オーディオつけて、スピーカー変えればいいんじゃねえなんて思ってたんですけど、いざ交換すると、どんどん欲が出てくるんですよ。でもっといい音質とかで、ロードノイズを抑えてとかね、あとはついでに断熱処理もしちゃおうかみたいな。でジムニーはもう最初乗った時めっちゃ静かやなと思ったんですけど、欲張っちゃってね、フロントのフロア以外にね、全てね、もうルーフ、リア、ドア、あとリアゲートね、もう全てもううっかりもうほぼフルデッドリングしちゃったんですよね。お金もかかりますけど、何といってもその労力たるよね。大変でした。今やね、下手な電気自動車とかハイブリッド車、モーター車ですよね。なんかよりも全然静かですよ。ロードノイズよりもその、窓越しに聞こえてくるその対向車のロードノイズの方が気になるぐらいですから。あとオーディオの音質もね、劇的にね変化しましたよね。で次は内装なんですよ。内装っていうよりはその居住スペースの確保っていうんでしょうかね。小さいがゆえに、クリアランスをね少しでも確保したいっていうね、これもジムニー特有の、カスタム欲を高める要因であって、自分の場合は、サーフボードとか積みたいし、あとキャンプもするし、いろんなシーンを想定して、このねイレクターパイプカスタム、こんな感じになっちゃったんですよね。しまいには車中泊なんてしないのに、車中泊仕様にしたいって思う自分がいたりして、ほんと買ってすぐね、ドリルで車体に穴開けたことなんて過去一度もないですからね。で次は外装ですよね。もうどのメーカーのパーツをつけてとかね、理想の外観イメージは出来上がっちゃってるんですけど、フロントグリルとかバンパーとかタイヤとかね、一気に変えてもねつまんないし、まずは純正感を損なわない程度に、お金をかけず少しずつって、エンブレム取ったりとかね、ウインカー変える程度だったんですけど、うっかりねフロントグリル変えちゃったんですよね。ジムニーはパーツが多すぎんのよ。しかも安い。で安いからついっていうね、もうそのループなんですよ。楽しいんですよ。けどね、このジムニー沼ね、想像以上に恐ろしかったですね。車体の安さ、あと適度に未完成、無限に、そして、簡単にねカスタムできるシンプルさで、これらがねバランスよくね沼を形成するんですよ。手軽なもんだから、女性だったり、セカンドカーにいかがですかみたいな感じでねおすすめしたいんですけど、おすすめしたくないっていうね、そんな複雑な問題をね抱えてるんですよ。もう手にして分かりましたよね。この4代目ジムニーはね、歴史に残る名車ですよね。名車じゃない、自分史に残るね至高のおもちゃですよね。これがボルボを売ってから約1年続いた車のない生活から抜け出したテンションマックスな2023年初夏の出来事だった。